はい、皆さん改めましてこんにちは。縄文ヨガと量子物理学、本日ご挨拶を兼ねた動画を上げていて、その後半のなので前半撮ってまた今後半で、後半はですね、この始めるきっかけと、あと、どういった、ね、YouTube チャンネルにしていこうかということをお話ししたいと思います。はい、まだね、しばしお時間、ね、お付き合いいただけたら幸いです。はい、では、きっかけなんですけども、早速、私はですね、前半でも話しましたけども、自由人、自由に、自由でいたいという気持ちがとても強い、一人なんですけども、このコロナの2年間、ね、本当にそういう意味で自由を奪われて、好きな海外にも行けなかったり、ね、好きな人に会いに行けなかったり、そういう中で、本当に思いついたんですけれども、思いついたから始めるんで、実はこれは私自身のためにね、始めることなんですね。私が、こういう世界で生きていきたいという、その実現のために始めます。なので本当自分のために始めるんですけども、じゃあなんで、YouTube に上げるんだという話になりますと、ここからはですね、量子物理学の話につながるんですけれども、量子物理学では、思考していることが現実になる。で、私は今だから自由な世界で生きたいではなくて、生きているというふうに思うことがその現実を作っていく。それが本当に面白い量子物理学の世界の話だと思うんですけども、量子物理学のね、話ももちろんこの後私、上げていきたいと思ってますし、量子のこと、ね、もっと根本的な量子の話も、上げていきたいとは思ってるんですけども、私が説明するよりも、よっぽどYouTube にもたくさん、そういったね、動画上がってますので、それを見ていただいたり、私、おすすめ動画をね、上げておいてもいいかなと思ってるんですけれども、まず最初におすすめするとしたら、20世紀の最も美しい量子実験で検索していただくと、もう本当にザーッと出てくると思います。本当にね、量子っていうこの物質であり、量子である私たち、すべての、ね、物質というものの特性をまず理解していただいて、その先にもっと繊細な世界が量子物理学なんじゃないかなというふうに思ってるんですけれども、話戻しますと、そのね、私がそういうふうに思っている世界をね、そういう世界で生きたいと思っている。これがですね、一人でも多くの方が思うことでもっと世界がそういう現実化していく。で、そのために始めます。はい。で、量子物理学の話の続きで、私たちが思考するものというのは、ね、人はその頭の中だけに、ね、その思考がとどまっていると思っている方多いと思うんですけども、実はそうじゃなくて、この思考というものもエネルギーであるがゆえに、実は外に、ね、影響しているんだそうです。ね、なので、そういうね、思い、思考を、ね、周辺にも伝播してますので、いい、ね、世界ができる、ね、いい世界で生きているというふうに、ぜひね、一人の方でも、ね、一人多くの方が思っていただいたらとてもいいと思います。そのための縄文ヨガと量子物理学です。で、あともうちょっとお話ししたいんですけども、量子物理学、縄文とヨガと量子物理学、この3つ、それぞれが本当に奥深くて、とても魅力的だと思うんですけれども、この3つを柱にした、ね、ヨガになります。で、縄文についても量子物理学についても私はもう本当にもうズブの素人です、ね、全然知らないです。そんな私がね始めてしまって申し訳ないんですけれども、もう本当にこれからの時代っていうのはもう本当私ひらめきで始めたってお話ししましたけども、ひらめきとか直感をどんどん使っていく時代なんじゃないかなとも思っているので、
ぜひ皆さんも、参加していただいて、ご自身のひらめきとか直感ね、本当養っていただけたらと思うんです。で、その2つは、ズブの素人で、ヨガに関しても本当に哲学、もう本当に奥が深くても私はもう学びの途中です。ただ、それでもここまでで培ってきたものとしては本当に感じる力、先ほどの直感とかひらめきにも通ずると思うんですけども、感じる力というのは培ってきていると思っています。でもそれはね、もう野生動物っていうのは言い過ぎですけれども、それぐらい感じる力。で、それは3つ、このね、今回の柱の3つの、共通することでもあります。なので、ぜひ皆さん、そうです。この、動画はですね、もちろん情報発信もしますけれども、ヨガの実践動画も上げていきますので、そちらでもぜひその感じる力を養う。そういうところもぜひ、養っていただけたらとても嬉しいです。そして、このチャンネルは海外の人にも、もしね、この日本に興味を持っている方とか、あと日本って本当にやっぱり世界と違う、変わってる、とてもユニークだと思っていて、これは私前半で話しましたけれども、バックパッカーをしていた20代の半ばから、海外から日本を見る目っていうのがすごくあって、当時から本当に日本ってすごいな、秀でてるな。ね、それは良いところも秀でてるし、逆なところでも秀でている。でその辺がまた私は面白いと思ってるんですけれども、そういった面での、こともここで伝えていけたら、まずこのね、日本の方たちは自分の良さを再発見していただけたりもすると思いますし、あと海外の人は、縄文にね、興味がなとしても、世界中どの土地にも先住民の、ね、方たちっていたと思うので、その共通するものとしては、やはりもっとね、古代の人たちは自然の一部として自分が存在していた。で、私はこれからの世界は本当にそういった自然の一部である自分たちをね、思い出して生きていく時代なんじゃないかなというふうにも思っているので、何かそこからね、得られるものがあったら、ぜひ、チャンネル参加していただけたらと思います。で、本当に、なんか、そうですね、皆さん、つながっていけたら、ね、いろんな情報も交換し合えたらいいなというふうに思っています。はい。で、あと、チャンネルでは、そうですね、私の周りに、もう本当に縄文的な生き方の人たち、本当に自分の好きなことを、得意なことを生かして、ね、仕事だったり趣味だったりしてる方たちが魅力的な人たちがたくさんいるので、そういう方たちを招いてお話ししてもらったりしてもいいんじゃないかなというふうに思っています。はい、なのでそんな感じで、また、後半も取り留めもなく話してしまいましたけれども、でなかなか本当に縄文ヨガと量子物理学の中身について話す前の段階のお話ばっかりで、はい、大変恐縮なんですけれども、今後またちょこちょこ上げてお話ししていきたいと思いますので、実践動画も含めてぜひね、楽しみにしていただけたらと思います。はい、ではまた、本日も後半もご視聴いただいてありがとうございました。はい、また同じ話ですけども、コメントとか、いいねボタン、登録もよろしかったらお願いいたします。はい、ではありがとうございます。